こんにちは、メイです。今回は夏ということで涼しくなるようなテーマにしてみました。昔ブラック無糖で海中列車を作ったのですが、それのお部屋バージョンです。この海底の駅とは別にリトルマーメイドをイメージしたアリエルの宝の洞窟も作ってみました。どちらも海の中がテーマなので涼しさを感じてもらえたら嬉しいです。水中の部屋の作り方も解説しています。今回のテーマは海の底にある駅です。先ほどもお話ししたこの島クリエイトのお部屋バージョンです。それでは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10、 エントランスは右から2番目、ライトの色は右から3番目、明るさはこのくらいです。環境音は水中です。ライトを青系にして環境音を水中にすることが水中を表現するのに重要です。壁と床の概要です。海の底の床は揺らぎエフェクトがあるのでかなりおすすめです。まずは駅になる部分にレンガのラグを敷いていきます。床をよく見るとゆらゆらしていますよね。これが水中らしさを演出してくれます。今敷いたレンガの奥に列車を置いていきます。レンガの部分が駅っぽくなるように飾り付けます。今回は線路を敷きません。あった方がより駅らしくなると思います。もし線路を敷く場合はサイドの低いものを敷くと水中っぽくなりますよ。汽車の窓の部分の奥に埴輪を置きます。窓から埴輪が見えていて可愛いですね。駅ができたので周りを飾り付けていきます。この駅は海にお住まいの方で泳ぎ疲れた方のためにあるという設定です。マグロのように常に泳いでいないと生きていられない方以外を対象としています。光苔の柱を置くと海底遺跡感が出ますね。桜の枝や朽ち果てた木も水中にはおすすめアイテムです。朽ち果てた木の代わりにイースターなツリーも合うと思います。このままだとまだ海中っぽさが足りないのでバブルマシンで海底の青を表現していきます。バブルマシンの本体が隠れるように置いていきます。泡があるだけで海の中という感じがしますね。少しおさらいですが、海の中を簡単に表現するには3つのコツがあって、1、ライトを青系に、2、環境音を水中にする、3、バブルマシンを使う。この3つを押さえておけば他のテーマでも水中が表現しやすくなります。この3つの他にこの動画のあちこちでおすすめしている家具を使えばさらに水中っぽくなると思います。海のテーマに光苔がなかなか合っていたのでこれもおすすめですね。次は天井を飾り付けていきます。吊り下がる光苔で海に漂う何かを演出していきます。光苔は手前を明るい色にして奥を暗い色にすれば少し奥行き感が出ます。これで完成です。いろいろごちゃごちゃしていますがカメラの角度次第でいい感じになります。次はアリエルの宝箱の洞窟風な部屋を作っていきます。部屋の概要です。部屋の大きさは 6×8。窓はなし、エントランスは右から2番目。ライトの色は右から4番目、
明るさは真ん中より少し明るめです。環境音は水中です。壁と床の概要です。光苔の洞窟の壁でもいいと思います。アリエルの洞窟は真ん中が空いていて、四方に家具などが置いてあるので、真ん中を開けて家具を配置していきます。映画とディズニーシーのアリエルのプレイグラウンドの洞窟を参考にしました。あとマーメイドの家具を使いたくて使っています。岩の家具というものがあつ森にはほとんどないので、岩っぽい色の家具で代用しています。あとはアリエルが好きそうなものですね。この食材は有名ですよね。アリエルがろうそくの代わりにフォークやスプーンを指していました。火のない世界だからこその柔軟な発想ですよね。たくましい銅像は王子様の銅像の代わりです。あやふやな記憶ですが、フランダーがアリエルに渡すシーンがあったように思います。この部屋も駅と同様にバブルマシンで水中を表現していきます。こんな感じになりました。次は壁を飾り付けます。洞窟内の壁はあちこちがくぼんでいて、そこに宝物を詰め込んでいるんですけど、その凹凸まで表現するのは難しいので、ウォールラックを使って表現します。めちゃくちゃこだわるのであれば、マイレザで描くしかないですね。今回は雰囲気さえ出ればいいというゆるい感じなので、そこまでしません。宝物で溢れている感じを表現したいので、たくさん家具を飾ります。特に壁に家具がたくさん飾り付けられているとごちゃごちゃした印象になるので、それを狙っています。映画のシーンではランプはないのですが、ディズニーシーだとあるので、そちらを採用しています。なんとなくごちゃごちゃ感が少ない場所に飾り付けていきます。これで完成です。すごくごちゃごちゃしていますね。海の中をテーマにしたお部屋作りはいかがだったでしょうか。涼しい気分を少しだけ味わっていただけたかなと思います。水中の部屋を作ってみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。